はい、オーバードーズ2021年の RCGC のブース紹介やっております。はい、どうもです。よね。はい、よろしくお願いします。厳しい審査で有名なようです。今日はパイナップル？今日はパイナップルだよね。はい。オーバードーズのブースでは、まあこれ毎年やってますけど、レーシングサービス、今年もやってます。セッティングだったりとか、そういうんでちょっと迷ったりとか、わかんないっていう時は聞いてもらえれば何でもお答えしますので、はい。もうテクニカルアドバイスがね受けられるけどね。で、あとそのパーツとかそういうのも純正パーツが壊れちゃったりとか、そういう場合も一応無償で直すようにしてます。樹脂ね。樹脂パーツね。はい、で、あとこちら、うちの、ショックオイルですね。はい。これをまあ現場でオイル交換したいとか、セッティングを変えたいっていう場合には、まあある意味好きなだけ使ってもらって大丈夫なんで。飲み放題みたいな。飲み放題です。飲み放題みたいな。で、それと同時に今回こういうこれ 12.5 番なんですけど、まあうちの方でまあスペシャルブレンド、要は例えば10番じゃ柔らかいけど、15番じゃちょっと硬いなっていう時の 12.5 番みたいなのも用意してるんで。これ、陽動さんが体に塗って確かめてるやつですね。そうです。最近抵抗しなくなりましたよね。あらと思って、あれ、そのまま流されちゃったみたいな。で、次がこれね、トランスジェンダーじゃないですか。これ。違うの？トランスレンジシャーシですね。これオイルベースが変えれるのかな？そうですね。オイルベースがちょっとまあ下に鏡で映ってますけど、全部で7段階オイルベースが可変できるようになってます。で、この辺のサスマウントを、アルミ化してもらえれば、サスアームの前後に少し余裕ができる。そうするとその間もペーサーの入れ替えで調整ができるので、そうするとなんだろう、ほぼ無段階でオイルベースが変えられるような感じなので、まあ、今発売されている他社さんも含めて発売されているボディにほぼほぼ対応できるんじゃないかな。なるほど。じゃあ一番ショートホイールベース何ミリですか？240いくつだっけ？243かな。で、上が276です。そうです。合成とかはどうなんですか？合成はね、ノーマルよりも若干柔らかくなると思います。アッパーシャーシの一部がアルミなので、その分硬くなってしまうんですけど、それを幅を細くして、この裏側でね、ネジで止まってるんですけど、そこの両端も開いてるんですよ。なので、フレックスに動くようになる。それでもう一つは、これバッテリーがアッパーシャーシから吊り下げられてるんです。ハンガープレイアウトって呼んでるんですけど、本当だ。このポストで上から吊り下げられてるんです、なのでバッテリーを例えばアッパーシャーシの上に乗せるとかそういうことしなくてもこうロールグリップが出しやすくなるんですけど、これも一つの特徴です。次がこの、新製品になるんですけど、これが JT リア CSC マウントってやつなんですけど、要はうちのドライバーのジュンタのアイディアで、作ったリアアンプ化するマウントですね。これついてますけど、この位置につけられるようになってます。で、これノーマルのバルクと、あとはこういうフローティングと両方に対応してるのと、こっちね。うちの車でいうとバキラ2とかもつけられるようになってます。で、あとね、ここの取り付けのピッチが同じであれば、例えば他社さんの例えば YD2 だったりとか、あの辺も例えばサスマウントの取り付けピッチとか同じなんですよ。そういうところに取り付けてみたりとか、いろんな付け方ができるんで。角度も変えるっていうか。そうですね。このプレートを水平に出せば、普通に水平にマウントすることもできるんで。それとあとこの TC ブラケットですね。TC のアッパーアームブラケット。でこれはうちのドライバーのたけしの、アイディアなんですけど、でこれはこの車ついてますけど、このようにね、アッパーアームの取り付け位置を外側へオフセットするための部品ですね。で、取り付け位置を外側にすることでロールグリップが出しやすい。なるほど。今こっちリアも一緒ですね。はい。ついてますよね。で、あとこっちが今これ全部モックアップなんですけど、今開発中のサスアームになります。で、大きく2種類あって、上のやつが要はセットアップが簡単なやつ、要はフルアジャストではないけど、まあ、アルミ化して合成を出す。で、食の取り付け位置とかをちょっと増やしてセッティングを楽にしたやつで、こっちの下のやつがもう今までの流れでもう全部フルアジャストできる
何でもできる。何でもできるやつです。ヨードさんが好きなやつ。はい。これもまあいろんな特徴があるので、まあそこは追って開発が進む過程で、まあ SNS とか紹介していきますので、噂の陽動チャンネルですよね。楽しみにしててください。ひたすら愚痴を言うみたいな。そうです。ダメですよね。で次ははい。これですね。新しいバリのタイヤ。けど今度は 08C。 C。これね、実車であるんですよ。で 08RS っていうのがあって、で 08C っていうのがちょっとそのグリップが下がるというか、コンパントレッドウェアが硬いやつっていうのがあるんですけど、はい。で今回これも実車と同様にグリップレベル今までより若干下げてます。はい。で、特に P タイルだったりとか、はいカラコンだったりとか、はいそういう路面でコントロール性を良くしたあ、なるほどね。タイヤになります。でこれもいろんなところでテストしてるんですけど、今全国各地で、まあ、指定タイヤになってるタイヤとほぼ同等のスピードなるほど。で走れるようなは感じにしつつ、その接地感というかグリップ感を、まあ、パターン付きならではなんですけど、グリップ感を出しつつちょっと車速も抑えてある、い。なるほどなるほど。ちょっと不思議な感じですけど、そういうタイヤですね。でこれは楽しみにしてください。はい、触り心地もいい。すいません。こう冷めた目がね。物販はこのもじゃもじゃくんがやってますんで。そうですよ。フォーミュラ D2 連覇おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかいろいろ管理をされてる方だってお伺いしましたけど。はい、そうですね。ぽくないですか？意外とちゃんとしてます。南米から住んできた助っ人じゃないですか。そうですね。でもいいですね、スタイル。ありがとうございます。かっこいいと思います。これいつも抱いて寝るんですか？これいつも抱いて抱いて2つ抱いて寝てます。すみません。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。